在游戏王的决斗中遇到以下几种场面，你可能会选择左上角快速胜利。一种就是手牌奇差无比，还有另一种就是被对手消光所有手牌而无法行动。当你的手牌连一张都没有的时候，这是绝境还是奇迹的开端？在游戏王中，没有手牌并不代表没有机会翻盘，有些决斗者甚至会自愿将手牌全部舍弃来达成特定的战术。在游戏王中，还真的有这样的卡组，卡牌效果必须是手牌数为0时才能够使用，经典的空手战术。有一位独特的决斗者，他以无手牌的战斗方式震撼了整个决斗界，是游戏王史上第一位空手战术的创始人。所谓的零手牌，就是游戏王中无限地狱系列的卡组。这个无限地狱卡组还拿过游戏王2014年的世界冠军。你只要看到这3张卡动起来，满场只是时间问题。眼前的男人名叫鬼柳金介，曾经是主角团老大的他，却因为小小的误会，自愿成为大反派，被这个世界称为暗影者。如今的心愿就是找主角复仇，并且开启赌命决斗，与游星发起承袭决斗。死ぬほどの思いをユウセお前に味わわせてやるぜ。鬼柳起手召唤出无限地狱猛兽，覆盖张卡后结束这回合。此时的鬼柳还没有进入空手状态，但面对突如其来的决斗，主角游星并没有做好心理准备。何况这是一场赌命决斗，是暗影者与龙影者之间的宿命对决。やるしかないのか。俺のターン。主角游星也开始召唤起属于他的滑板人。大家好，我是高速战士。决斗者们都很爱先把我召唤出来，因为我在那个回合攻击力可是会翻倍的。直接进入战斗阶段，使出一招木叶旋风。此时对手立刻打开盖卡。トラップカードオープン。デプスアミュレット。手札1枚をコストに相手モンスターの攻撃を無効にする。お前のデッキは相変わらずだな。お見通しなんだよ。游星只有覆盖2张卡后结束这回合。此时的鬼柳已经迫不及待的狠狠的折磨我们的主角。俺のターン。召唤出无限地狱恶魔，这张卡就是无限地狱卡组的核心之一。各种从牌组抓资源，没有吃卡名1回合1次的限制，只要进入无手牌状态，那根本就是抓好抓满，妥妥的就是一张假卡。此时的鬼柳再次进入战斗阶段，无限地狱猛兽鼓起脸颊，使出一招火遁好火球之术，高速战士瞬间被烧毁。接着无限地狱恶魔也补上攻击，游星立刻启动盖卡废铁稻草人，不但可以无效对方的那一次攻击，而且发动后还自动帮你盖起来，带动循环再利用的概念。这张陷阱卡主打的就是一个环保啊！鬼柳在覆盖一张卡后结束这回合。変わらねえな、ユウセ。俺のターン。游星也要在这个回合使出他拿手的同步召唤。大家好，我是废品战士。有些出生会叫我垃圾同步者，可是我一点都不垃圾，我可是能3+2同步召唤出废品增速者的高贵角色。俗话说，这个增速通过，游戏可就结束了。この時自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚することができる。レベル2スピードウォーリアーにレベル3ジャンクシンクロをチューニング。いでよジャンクウォーリアー。这个游星直接進入战斗阶段。そしてフィールドから永続トラップ希望のかけらを発動。この永続トラップは俺のモンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、デッキからカードを1枚ドローし、それがトラップカードだった場合手札から発動できる。手札からカードを1枚墓地に送ってデプスアミュレットの効果を発動。戦闘を無効にする。手札をさらに減らしてまで心遣いありがとうよ。ターンエンド。游星的帮大忙啊！这下子鬼柳距离无手牌的状态可是越来越接近。鬼柳也即将展现出在动画中只有暗影者才能召唤的怪兽。俺はインフェリニティビーストとインフェリニティデーモンをリリースし、ダークチューナーナイトメアハンドをアドバンス召喚。ナイトメアハンドの召喚に成功した時、手札からレベル2以下のモンスターを特殊召喚することができる。何？漆黒の帳を降しとき、冥府の瞳は開かれる。舞い鬼の闇よ、ダークシンクロ。鬼柳使出黑暗同步，颠覆了传统的同步召唤，从加法变成减法。いでよワンハンドレッドアイスドラゴン。レベルマイナス8、攻撃力3000。なんだこんなモンスター、かつての桐生のデッキにはなかったぞ。
并且直接进入战斗阶段。此时游星继续发动能够永续利用的陷阱卡废铁稻草人，但没想到的是，游星使用黑暗同步所登场的百慕龙，而它的动画效果绝对会超乎你的想象。100アイドラゴンの効果発動。このカードが表側表示で存在するとき、墓地の闇属性モンスターの効果を得る。何？俺は墓地のインフィニティビーストの効果を得る。手札ゼロで攻撃するとき、相手はマジック、トラップカードを発動できない。百慕龙的攻击继续将废品战士轰成了渣渣，受到伤害的游星第一轮也直接打滑了起来，差点摔车。俺のターン。游星召唤出龙龙岩咖兄弟一身石头的岩石战士，覆盖一张卡后结束这回合。打到这里怎么都没有出现任何一张魔法卡呢？原因是因为在骑乘决斗开始时就会自带魔法卡高速世界，在这个条件下通常只能使用高速世界专用的高速魔法，也就是龟柳即将发动这张高速魔法能量权杖，利用高速魔咒，龟柳不但又将暗属性的怪兽推怒，百慕龙的攻击力飙升到5300点，而且效果还在持续。100アイドラゴンの効果発動。墓地のインフェルニティドワーフの効果を得る。インフェルニティドワーフは手札がゼロの時、守備表示モンスターの守備力を攻撃力が超えていれば、その数値分の戦闘ダメージを相手プレイヤーに与える。3700の貫通ダメージを食らいやがれ。100アイドラゴンでロックストーンウォーリアーを攻撃。インフィニティサイトストリームさせない。ロックストーンウォーリアーの効果により戦闘で発生するダメージをゼロにする。命拾いしたなユーセ。だが次に手はあるかな。就算流星的岩石战士不会给使用者带来战斗伤害，但这也在鬼柳的计算之中。これで終わりじゃないぜ。100アイドラゴンの効果により墓地のインフェリニティデストロイヤーの効果を発動する。手札がゼロの時、戦闘で相手モンスターを破壊した場合、相手プレイヤーに800ポイントのダメージを与える。这波效果伤害所带来的冲击力，游星差点又要翻车。被挨了这么多伤害的游星，终于也要在这个回合开始反攻。俺のターン。相手フィールドにのみモンスターが存在するとき、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚することができる。来いレベルウォーリアー。さらにハイパーシンクロンを通常召喚。レベルウォーリアーにハイパーシンクロンをチューニング。游星这次终于要同步召唤出他的王牌怪兽。シンクロ召喚。飛翔せよスターダストドラゴン。ハイパーシンクロンを素材とするシンクロモンスターを攻撃力を800ポイントアップする。直接进入战斗阶段，但由于鬼柳墓地的暗属性怪兽实在是太多了，百慕龙现在一口气都获得了这些效果。100アイドラゴンは墓地のインフェルニティガーディアンの効果を得る。これにより戦闘では破壊されない。だが戦闘ダメージを受けてもらうぞ。但由于这下攻击还是给予鬼柳战斗伤害，然而游星场上的这张陷阱卡就是现在对抗无手牌战术的唯一关键。スターダストドラゴンが戦闘ダメージを与えたことにより永続トラップ希望のかけらが発動する。デッキからカードを1枚ドローし、それがトラップカードだった場合、希望のかけらを代償として発動できる。このドローにかける。トラップカードミラクルルーカス発動。お前はカードを1枚ドローし、俺のスターダストは攻撃力を1000ポイントアップして、このターン2回目の攻撃ができる。游星利用陷阱卡成功让鬼柳抽了一张手牌，打破了无手牌的状态，终于击破了百慕龙。此时的游星更打算乘胜追击，鬼柳则启动了最后的盖卡。100アイドラゴンが破壊された時、デッキからカードを1枚選択し手札に加える。これでとどめだ。トラップ発動。シンクロデストラクター。自分のシンクロモンスターが戦闘で破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手に与え、それがシンクロモンスターだった場合、さらに同じ数値のダメージを与える。どのれ優勢なんてな。トラップ発動。ダメージトランスレーション。こいつはカード交換によるダメージを半減させる。但是游戏王是这样的，只要谁先被打残，就表示那个人要反攻啦。但没想到的是，鬼柳接下来要召唤的是堪比神一般的怪兽。エンドフェーズ時
カード効果によるダメージを受けた回数分ゴーストトークンを特殊召喚する俺のターン人々の魂を生贄に降臨せよ自爆心効果バックアップ。你们有见过把人当成祭品的怪兽吗？这张名字有够难念的地缚神，在动画中的效果可是堪比神一般的存在，不受对方的魔法陷阱卡的效果影响，直接无视了对方的陷阱卡废铁稻草人的发动，他甚至直接穿过星辰龙的88，这不是时空间忍术，而是他拥有直接攻击的能力。流星面对这怪物般的神秘鬼手，眼看就要被直接攻击而败北，此时他的坐骑第一轮一个紧急爆缸表演现场摔车，因为不是在决斗中败北，不然差点就全剧终。摔车后的流星也被小伙伴们带回去小房间治疗，但是痊愈后的他又被那无情鬼柳发起最后的赌命对决。今度こそ死の淵から復讐の豪華のただ中に蹴り落としてやるからよ。自爆心の力でな。桐生、お前はこんなやつじゃなかった。这也是成为暗影者的鬼柳最后的一场战斗。他以不讲武德的方式直接拿下先攻，并且召唤出无限地狱最强动点怪兽之无限地狱死灵师。没有持卡名一回合一次限制的他，就是一张假卡，覆盖张卡后结束这回合。面对曾经的好基友，如今却只想着向自己来复仇。尽管如此，游戏还是想试图将鬼柳拉回正轨。俺のターン。召唤出极限战士，竟然用攻击守备力超高的无限地狱死灵师。マックスウォリアーのモンスター効果発動。このカードが攻撃するとき攻撃力を400ポイントアップする。スイフトラッシュ。声卡还来不及发效果，就被送进了墓地。游戏马上就来个死亡3连盖，结束这回合。鬼柳在覆盖张卡后也将启动只有暗影者才能使用的战术。そしてトラップカードオープン。極限への衝動。手札を2枚墓地に送り2体のソウルトークンを特殊召喚。2体のソウルトークンをリリースしダークチューナーナイトメアハンドをアドバンス召喚。ナイトメアハンドのモンスター効果により手札のレベル2のモンスターを特殊召喚する。来いインフェルニティドワーフ。鬼柳的一连串操作，终于在过完一个回合后，成功进入无手牌的状态。又是跟上一局一样的怪兽，只能使用减法的黑暗同步怪兽即将登场，并且直接进入战斗阶段。然而游行场上的怪兽却因为发动效果后攻击力只剩下900，竟然硬生生的接下了这波攻击。但值得注意的是，七神决斗自带的场地魔法，只要自己每受到1000点伤害，这个高数指示物也会随之减少。リバイバルチケット。このカードバトルで破壊されたモンスター1体につき1枚自分フィールドのカードを破壊し戦闘ダメージ分ライフを回復する。そしてバトルで破壊されたモンスターを全て特殊召喚する。さっき破壊されたリミッターブレイクの効果により手札デッキ墓地からスピードウォーリアーを特殊召喚する。游戏的这2张盖卡不但恢复了生命值，又能够将怪兽复活。鬼柳看到这一幕后，原本很满足，现在又觉得不满足了。トラップカードオープン。ステイの包殺。自分フィールド上の攻撃表示モンスターの攻撃力の合計が相手モンスターの攻撃力を下回っていた場合カードを2枚ドローできる。そしてこのターンモンスターの召喚と表示形式の変更はできない。俺はカードを2枚ドロー。カードを2枚伏せてターンエンド。而轮到鬼柳回合，抽到陷阱卡后又马上盖上，直接进入无手牌的状态。鬼柳继续发动场上百目龙的效果，获得无限地狱死灵师的效果，那肯定是要拉起无限地狱恶魔，这就是无限地狱眼牌的方程式之一。可惜的是，动画这边给暗印者实习的鬼柳配置的额外怪兽太少，主要都是围绕着百目龙和地缚神来打，没有展现这个无限地狱的眼牌能力，真的是相当可惜。此时游星瞬间打开盖卡。カードオープン。スイップサオン。相手プレイヤーがモンスターを召喚した時に発動し手札からレベル4以下のモンスター1体を守備表示で特殊召喚することができる。俺はデッドガードナーを召喚。如果你是一个无限地狱玩家，这个时候的陷阱卡通常会是无限泡影才对啊，因为无限地狱恶魔可是常常会被无效的。但有些情况，就算被无效，也可以被送进墓地后再拉回场上，一样又可以启动他万恶的抓牌能力。这就是为什么没有打上此卡名，一回合一次就通通是假卡的原因啊。接着鬼柳直接进入战斗阶段，攻击对象是高速战士。インフィニティサイドストリーム。デッドガードナーの効果発動。自分フィールド上の他のカードが攻撃対象となった時その対象をこのカードに変更できる。小賢しいマネよ。100アイドラゴンの効果により墓地のインフェルニティドワーフの効果を得る。
手札がゼロの時、俺の場のモンスターが守備モンスターを攻撃した場合、その攻撃力が守備力を超えていれば、その数値だけ戦闘ダメージを与える。这波伤害让游仙的第一轮再次打滑，打个牌车体也会不受控制。随着死亡守護者一个帮挡后顺利牺牲，也为游仙接下来的决斗带来了转机。インフェルニティデーモンでマックスウォリアーを何攻撃力がマックスウォリアーを下回った。デッドガードナーが破壊され墓地へ送られた時、相手モンスター1体の攻撃力はエンドフェーズまで1000ポイントダウンする。ターンエンドだ。俺のターン。开始拿手的3+2同步召唤，游星最爱召唤的废品战士终于登场，摆出一个标准的超派铁拳 pose。トラップカードオープン。シンクロストライカーユニット。このカードは装備カードとなり、装備したモンスターの攻撃力を1000ポイントアップする。攻击力飙升后的废品战士直接进入战斗阶段。首先是极限战士的攻击，在攻击时的伤害步骤，攻击力会上升400点。眼看即将挨揍，鬼六瞬間打開盖卡。トラップカードオープン。インフェルニティフォース。手札が0枚でインフェルニティモンスターが攻撃された時、相手の攻撃モンスターを破壊する。そして自分の墓地からレベル4以下のインフェルニティモンスター1体を特殊召喚できる。インフェルニティネクロマンサーを特殊召喚。虽然鬼柳通过重坑陷阱卡葬送掉了极限战士，但攻击力高达3300点的废品战士可还没发起攻击。游星的目标就是那只百目龙，但是破坏这张卡后所发生的剧情却再度上演。游星ワンアンドレッドアイドラゴンの効果により、このカードが破壊された時、デッキからカードを1枚選択して手札に加える。游星只能死亡2连盖后，废品战士也因为陷阱卡的副作用下降了攻击力。鬼柳即将召唤那个堪比神一般的怪兽。俺のターン。俺はインフェルニティデーモンとインフェルニティネクロマンサーをリリース。降臨せよ自爆神効果爆発。这次的出场还将绿毛两兄妹吓得瑟瑟发抖。鬼柳的地仆神发起最后的攻击，眼看主角就要被神秘鬼手给淹没。このターン、相手モンスターの攻撃対象を決めることができる。何？自爆神の対象をジャンクウォーリアーにする。这边竟然发动了陷阱卡，转移了地仆神的攻击，但地仆神可是不受陷阱卡的效果所影响。在上场对局中，游星的废铁稻草人就是无法对地仆神生效。第一次看的时候，我也很好奇，但是比较合理的推断应该是这张陷阱卡是由玩家决定要由哪个怪兽去帮打，所以并没有去影响到地仆神才对。尽管如此，等待游星的是地仆神更可怕的能力。効果爆アップの効果発動。相手モンスターを破壊した時、そのモンスターの攻撃力分のダメージを与える。トラップカードオープン。バーストシンクロサモン。このターン、効果ダメージを一度だけゼロにする。この効果でゼロにした効果ダメージの数値と同じ攻撃力を持つシンクロモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。立証せよスターダストドラゴン。游星又再次通过陷阱卡化解了生命值危机，还将王牌怪兽给复活。这场决斗所使用的陷阱卡根本牌效超高。鬼柳也在覆盖一张卡后结束这回合。俺のターン。永続トラップオープン。真珠の甲が相手モンスターの攻撃時、自爆神でその攻撃を受けることが可能になる。俺はスピードスペルエンジェルバトンを発動。カードを2枚ドローし、手札から1枚墓地に送る。墓地に送ったのはスターダストシャオロン。このモンスターはフィールドにスターダストドラゴンが存在するとき墓地より蘇る。カードを1枚伏せてターンエンド。由于正常的魔法卡很难被使用，于是接下来就开始进入比拼陷阱卡的环节。俺のターン。トラップカードオープン。孤高の森人。このカードをスターダストドラゴンに装備。これによりスターダストドラゴンとのバトルでしか俺に戦闘ダメージは発生しない。貴様もダイレクトアタック封じか。そんな星屑ぶっ潰してやるぜ。自爆神コカパクアップでスターダストドラゴンに攻撃。孤高の森人の効果発動。このカードを墓地に送り、戦闘による破壊を無効にする。だが戦闘ダメージは受けてもらう。永続トラップオープン。悪鬼蹂躙。ダイレクトアタック以外の相手プレイヤーへの戦闘ダメージを2倍にする。何？いけー！自爆神効果爆アップ。在地仆神的冲击之下，连鬼柳自己也受到影响，但游星此时却不顾自己的安危，也要向鬼柳伸出援手，并且向他说出了他内心真正的想法。この戦いは
お前たちを倒すものじゃない。お前を仲間をダークシグナーから救うためのものだ。俺のターン。このカードで桐生を救う。设定中，救世怪兽是被神龙所寄托，拥有拯救世人的力量。当危机来临时，它必会出现。集いし星の輝きが新たな奇跡を照らし出す。光り差す道となれ。蓬莱せよ。セイバースタードラゴン。セイバースタードラゴンは相手モンスター一体の効果を無効にし、エンドフェーズまでその効果を得る。俺は自爆心の効果を得る。サブリメーションドレイン。流星的这场决斗不仅是为了胜利，更是为了拯救一个迷失的朋友。鬼柳在决斗中逐渐展现出的内心挣扎，从愤怒想复仇到逐渐被流星所感化，友情、信念、背叛等复杂的情感交织在一起，让这集更充满了戏剧性。虽然现在的他必须得暂时退场，但重生后的鬼柳仍然会以不同的身份出现在故事中，并再次与主角游星产生新的互动。乌手盘的决斗在下一集还能继续看到。你最喜欢这场决斗的哪个部分呢？记得留言告诉小猪猪哦。